バーチャーファイター2ということで、今回はこちらのソフトプレイステーション2バーチャーファイター2をレビュー解説いたします。プレイステーション2バーチャーファイター2、キャッチコピーは10年待たしたな。アーケード稼働開始1994年11月から約10年後の2004年10月14日、セガエイジス2500シリーズのボリューム16として発売された。当時の価格は2500円。現在中古価格は高くなっており、コンディションのいいソフトだと4000円近くで販売されています。バーチャーファイター2をプレイステーションに移植してほしいという依頼が来たことによって開発開始したバーチャーファイター2。バーチャーファイター2の基盤モデル2とプレステ2の性能差を考えると移植は楽にできると思われたが、作業困難を極めいろいろ試行錯誤して苦肉の策としてエミュレーターを使用するなどして完成したバーチャーファイター2。プレイステーション2版バーチャーファイター2、いいところいきましょう。まずは1つ目、セガサターン版も選べたがプレイステーション版もバージョン 2.0 と 2.1 を選ぶことができる。バージョン違いね、楽しむことができます。プレイステーション2版バーチャーファイター2、いいところ2つ目、 BGM がアーケードオリジナル BGM とサターン版のアレンジ BGM を選ぶことができる。プレイステーション2版バーチャーファイター2、いいところ3つ目、ミュージックテストがあるのでいろいろ BGM を楽しむことができる。プレイステーション2版バーチャーファイター2、いいところ4つ目、セガエイジスシリーズということもあり新品の価格は2500円と安かった。今はね高くなっていますが、プレイステーション2版バーチャーファイター2、いいところ5つ目、さすがはプレステ2といったところか。ロードは早くね、その点はストレスなしで楽しめます。バーチャーファイター2、いいところ6個目、裏技でね隠しキャラのデュラルが使える。金属音がたまらないぜ。それではね、プレイステーション2版バーチャーファイター2、残念なところいきましょう。1つ目、グラフィックの劣化。白い何かねもやのようなフィルターがかかったようなグラフィック、しかもねテクスチャーも荒い。プレイステーション2バーチャーファイター2、残念なところ2つ目、動きもエミュレーターを動かしていることが関係しているのかメモリー不足なのかカクカクした動きに見えます。プレイステーション2版バーチャーファイター2、残念なところ3つ目、 BG モードでも CPU が超反応で処理してくる。はめないと勝てない理不尽な難易度。影マジ強い。バーチャーファイター2、残念なとこ4つ目、遊べるモードは少ない。まさかのねプラスティクスモードもない。練習できねえじゃん。プレイステーション2バーチャーファイター2、残念なとこ5つ目、ボタン配置が自由な設定ができない。サターン版バーチャーファイター2は自由に設定できたのに劣化してんじゃん。プレイステーション2版バーチャーファイター2、残念なとこ6個目、操作感覚もなんか違う。入力がアーケード版と比べると速い。いや結構なんか違和感感じます。プレイステーション2バーチャーファイター2、残念なとこ7個目、オンライン対戦ができない。発売された2004年はオンライン対戦ができるソフトが結構出ていたがバーチャーファイター2はできなかった。プレイステーション2バーチャーファイター2、残念なとこ8個目、パッケージの裏に業務用モデル2バーチャーファイター2はプレイステーション2に完全移植と書いてあるが完全移植ではない。マジ騙された。それではロード比較いきましょう。プレイステーション2バーチャーファイター2、セガサターン版バーチャーファイター2、プレイステーション3のねダウンロード専用のバーチャーファイター2、こちらの3本でねロード比較いきます。さあまずは起動スピードいきましょう。どれが速いかな。プレイステーション2、実力を見せつけられるか。もうカミカミだい。さあ行きましょう。セガサターン版がねまさか一番速かった。 9.83 秒、ほぼ10秒ですね。さあそれに続くのははいプレイステーション2版 19.48 秒。まさかプレイステーション3が一番遅かったというね、まさかですね。そろそろ来るか。いやまだ来ない。来ました。 31.88 秒です。マイナス 12.40 秒、結構差がつきました。一番速かったのねバーチャーファイター、セガサターン版のバーチャーファイターとは 9.6 秒差、ほぼ倍ぐらいね10秒差つきました。そして先頭までのロード、こちらの方も見ていきましょう。画面が暗くなってからスタート。早いなここはさすがに。でプレイステーション2来た。 2.57 秒差。そしてセガサターン版バーチャーファイター2来ました。
戦闘はやっぱりね、バーチャプレイステーション3版が一番早いですね。それではね、ライバルと比べていきましょう。鉄拳5に収録されている鉄拳2とね、比べていきます。両方ともプレイステーション2のソフトでございます。さあ、起動はどちらが早い？来たか？どっちが早いんだ？お、ロード入った？お、背が来た。ロード。ナウローディング。あ、来ましたね。14.11 秒。鉄拳2の方が早いですね。ここら辺はやっぱりあれだな。あ、で、その差が 5.37 秒。わあ、結構差が出ました。それではね、戦闘までの処理速度、そちらの方も見ていきましょう。さあ、画面が暗くなってからカウンタースタートします。プレイステーション2版早いな。 1.05 秒。そしてバーチャーファイター2 2.86 秒です。3倍ぐらい差がついたのかな。 1.81 秒。続きましてグラフィック&サウンド比較、こちらもいきましょう。さあ、こちらはバーチャーファイター2とバーチャーファイターセガサターン版バーチャーファイター2、そしてプレイステーション3版バーチャーファイター2、このバーチャーファイターで比べていきましょう。まずはオープニング比較いきまして、はい、プレイステーション2版セガサターン版プレイステーション3版やっぱりなんかぼやけてんな、薄暗いな。プレイステーション2版はい、続きましてキャラ選択画面ですね。なんかね、薄暗いしテクスチャーが雑なんですよね。ラウステージ見ていきましょう。まずはプレイステーション2版はい、セガサターン版です。こっちの方が発色が綺麗なんですよね、明らかに。はい、プレイステーション3版、やっぱり一番綺麗。さあ、同時さあ、ここのね、イカダステージ、やはりここら辺はこう橋があったり、こうイカダがこう角度がついたりするのは再現されていますね、プレイステーション2版。そしてセガサターン版です。これはイカダじゃなくなってるんですよね。で、橋がカットされております。で、プレイステーション3版、もう完璧な移植像、しかもオンライン対戦までできますよね、プレイステーション3版。さあ、同時そしてライバルいきましょう。鉄拳2とね、もう鉄拳2のまた移植度が良かったんで、あえて比べてみます。バーチャーファイター2、なんでこんなになった？ちょっと薄暗いステージでいきましょう。さらのステージ、さあ、こちらはね、夜景の見えるステージです。やっぱり再現度が高えな。動きもだいぶ鉄拳の方が滑らかですね。さあ、もう一ステージ行きましょう。なんかこう砂漠と荒野っぽいところでね、ジェフリーステージと
やっていきます。すげえへっかね。うわほう。さあこちらミシェル。ちなみに単車は同じね D 端子で出力しております。でこの差だからね。ということで今回はセガサタン版のバーチャーファイター2、こちらの方をねレビュー解説比較などねしていきました。個人的な評価なんですが、当時ねバーチャーファイター2が完全移植というねパッケージの裏にまんまとはめられて買ってしまって、なんか違うじゃん、なんか薄暗いじゃんって思ってすごくプレイした記憶があります。でオンライン対戦もなかったしね、2500円なんでそこまでショックは少なかったんですけどね、個人的な評価なんですが、星5個中星2個とさせていただきます。今ですね、今あえて買う必要がないソフトかな、コレクターなら持っててもいいかなっては思います。今買うんだったら龍が如く7かなんかでゲームセンターでミニゲームでできるんですよね、確かバーチャーファイター2が。そちらでいいかなということで、今回の動画はここまで。また次回ねいろいろ動画作っていくので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回また別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。